字起こしが開始されたんで、 Oh, 録画が okay. And OK 録画も開始されましたね。はい。したね。はい。レコーディング始まった？始まってます。で、今、ロビーから続々と、続々と。入ってきてますね。はい。で、ちょっとちょろっと、この、セッションの、冒頭お話しします。このセッション録画されております。また、コード規範などについてはですね、チャットの方にピン止めされていると思いますので、そちらをご確認いただければと思います。よろしくお願いいたします。はい、あと質問はチャットにいただければ、適宜取り上げてお話しできるかと思います。コメントなどもお待ちしておりますので、皆様よろしくお願いいたします。お願いします。はーい。お願いします。パチ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 。パチパチ。はい。ということで皆さん、じゃあ早速30分どんどんお話ししていきたいかなと思いますんで、よろしくお願いいたします。お願いします。はい。お願いします。はい。今日の話題はですね、まさに DevOps についてお話ししたくて、GitHub 推し勢と、Azure DevOps 推し勢とみんなでワイワイしていきたいと思っておりますので、皆さんも楽しんでいっていただければと思います。はい、簡単に、スピーカーの自己紹介をしていきたいと思います。じゃあ、左端から、お願いします。私、亀川、はい亀川と言います。普段は TFSUG というコミュニティをやっておりまして、デベロッパーテクノロジーの DevOps 範囲ですね。まさにこの Azure DevOps とか GitHub を専門にしております。よろしくお願いします。よろしくお願いしお願ます。いします。お願いします。はい、じゃあ順番で私からもいきます。大平和美と申します。Microsoft MVP for Microsoft Azure のアワードをいただいておりまして、普段はですね、Azure を使った開発とか、最近だと、インフラストラクチャーズコードとか GitHub に関するトレーニングの講師を受け持ったりしております。で、いろんなコミュニティ参加しておりまして、女性エンジニアを応援するコードポラリスなどもやっていますので、もしご興味ある方いらっしゃいましたら、よろしくお願いいたします。今日は、司会兼スピーカーとして参加します。よろしくお願いします。よろしくお願いしはます。じゃあ3番目、横浜さんお願いします。はい、同じく Microsoft MVP 受賞させていただいてます、横浜と申します。普段はC# と Azure で開発していたり、あとは Azure DevOps ずっと使ってましたけど、ここ最近 GitHub の方が91ぐらいで GitHub になっています。個人どっちもでも歴は Azure DevOps の方がやっぱ長いですね。はい、ということでよろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあ中村さん、お願いします。はい、じゃあ最後ですね。中村と申します。Microsoft MVP の Windows デベロップメントと、あと Microsoft リージョナルディレクターをしています。であと会社がホロラボという会社をやっていまして、普段ですね、ホロレンズのアプリの開発をしていますので、Unity を使ったりとか、そういったものが多いです。で、会社の中では Azure DevOps と GitHub が両方立っているような状態になってます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それではですね、次、どんどん行きたいと思います。で、今日は DevOps の文脈でお話ししていこうと思うので、少しだけ DevOps とはおさらいをしようかと思います。私なりに言葉にしてみたんですけども、要はですね、皆さんの開発サイクルの中で、より円滑にですね、物事を進めていくための考え方の一つであると、私個人は認識しておりまして、主にディベロップメントとかオペレーション、運用ですね、の間を、円滑にしていきたいっていうところで DevOps といった表現になっておりますと。で、ちょっと最近私が読み始めてる本にはですね、この4つの柱の話が出ておりまして、カルチャーとオートメーション、メジャーメント、計測ですね。あとシェアリング、どうやってみんなに通知するかみたいなあたりが大事になってくるよみたいなお話がありますと。はい。で、一番もっと簡単に言うとですね、人がやってる作業を、自動化してマシンにやらせて、で、適宜人間が必要なところ、判断しなきゃいけないところはちゃんと人間にやらせる、それは自動化しないみたいな、そこのポイントをどうやって抑えて、それをいかに効率的に、ツールとかを使ってですね、実現していくかみたいな話になってくると思います。あとはもっと身近な言葉だと CI、CD のあたりですね。その辺の文脈がある前提で、この後ちょっといろいろ、このスピーカー4人の推しの話になるかなと思いますけれども、やっていきたいと思っております。よろしくはーい。お願いします。お願いします。
はい。ということでですね、実はですね、事前にちらっと、私たちのツイッターだけなんですけれども、実際どんなツール使ってますかみたいなアンケートをちょっと取ってみました。そんなに、確か、1日前ぐらいに出したので、そんなに数は集まってないんですけれども、ざっくりした感じ、GitHub 使ってる方が多め。で、その他っていうところが若干気になるんですけども、ちょっと時間がなくて、ちょっと蓋を開けられてないんですけれども、そのあたりの方々も多くて、Azure DevOps は意外とちょっと思ったより少なかったんですけれども、ちょっと事前のみんなでミーティングしてる時に、やっぱ DevOps もやっぱ捨てられないよなみたいな話になっていた経緯があるので、そのあたり皆さん赤裸々にお伝えできたらいいかなと思っております。はい。はい。こんな感じです。で、長々ね、最初の話してもしゃあないんで、みんなの、スピーカーさんの皆さんのお話をどんどん聞いていこうと思って、今日は一応今ここに書いてある、GitHub の使い心地どうと。では、Azure DevOps のいいところはどこと。で、実はですね、併用している現場ということで、ホロラボさんはこれを、併用して使ってますよっていう、併用というか、プロジェクトによって使ってるっていうお話を、伺っているので、そのあたり3つのテーマで話していこうと思っておりますが、皆さんからの質問があればですね、そちらも適宜お答えして、みんなでワイワイしていきたいと思いますので、ぜひチャットに書いていただければ、コメントでも大丈夫ですので、お待ちしております。はい。じゃあ、今5分ぐらい過ぎたところなので、この後、あと25分ぐらいお話できるので、どんどんいきたいと思います。はい。まずね、ちょっと GitHub 今回このテーブルトークをやりたいって声を上げたのは私でして、私が今 GitHub 推しなので、とりあえずまず GitHub の話をちょっとしようかなと思います。はい。で、ね、先ほどアンケートにもあった通り、GitHub 使ってる開発者って多いかなと。グローバルにね、いろんな現場で使われてるし、オープンソースでよく使ってるというか、そうです。技術のことね、調べたら、大体 GitHub に当たるっていうところあると思うので、もうなんかだいぶ一般的だなと。で、これ業務で使うときは、またそのエンタープライズレベルで使うみたいな話になってきて、ちょっとこう普段個人で使ってる GitHub とエンタープライズで使い方とちょっと差があって、その話とかすると需要あるかな？あるとどう思います。かな？あと GitHub って言っても、エンタープライズクラウドと、オンプレミスと、パーソナル版のやつと3種類あって、やっぱり一番出てくるのはパーソナル版ですよね。ですね。パーソナエンルでも、タープライズはだいぶ違いますしね、ですね。メニューの数から。そうなんですよね。GitHub のいいところは、パーソナルで使って、なおかつパブリックリポジトリで使ってたら、ほぼほぼ全ての機能をそうです。使えるっていうところはあるので、だいぶ、フリーで使っていても、ほとんどの恩恵を得られるみたいなところは、私は結構気に入っていて。そうですよね。今、プロとフリーの違いって何なんでしたっけ、GitHub の。プロとフリーの違い。実はね、私分かってないんですよね。もうほとんどないですよね。コラボレーターも開放されたしな。そうですよね。そう。オーガニゼーションの差ぐらいかな。そう、ぶっちゃけ分かんないんですよね。個人で使うプロ、一応プロなんですけど、どこ見たらいいんだろう。昔はプライスプライページベートリポジトリが有料じゃないとダメだったりとかってなりましたけど、なんかそこも、開放されちゃってますし。ですよね。GitHub Actions の、利用できるフリーの範囲が、無料の範囲がちょっと広いぐらいです。ああれですね、今コメントいただいて、あ使えるサイズって、ありがとうございます。ありがとうございます。素晴らしい。助かります。ありがとうございます。ブランチプロテクションも、フリーだとパブリックだけだけど、プロだと普通に使える、インターナルじゃないや、プライベートも使えるとか。なるほど。なんか、そうですね。パブリックでしか使えないやつがプライベートでも使えるぐらいな気持ちですね。いっぱい差がありますけど。そうか、ページズもそうですね。プロプランですね。そうですね。
プライベートで確かに使えないですね、フリーは。とか。ああ、そっか、やっぱその有料にすると、プライベートでも使えるみたいなところですよね。GitHub の課金って言ったらあれですけど、有料でできるようになることは、プライベートリポジトリで機能が使えるようになってくるってことですよね。そうですね。ただ、先進的な GitHub のニューリリースは、パブリックリポジトリは使えるけど、プライベートはちょっと後でね、みたいなものもあったりするじゃないですか。ディペンダボットとうん、かも、うん最初そうだったし、だから、うんうん、パブリックの人が割と恩恵受けられるうん。みたいな感じになっちゃってますよね。ですね。そこが結構他と違う、オープンソースを大事に、ね、中心として作ってるから、そこがメインっていうのは結構特徴的ですよね。そこで新しい機能を試してもらって人うんうん。柱になっていただいてるのもありますけど、まあまあ便利に使えそうですね。ますからね。うんうんうん。そんなに痛い思いはしてないと思うので。そうですね。なんか、あれですね、パブリックに出したくないそのシークレットスキャニングとかは結構ありがたいし、ディペンダボット、その依存関係の中で脆弱性があるかどうかを勝手にって言ったらあれですけど、GitHub 側がチェックしてくれるみたいな機能もパブリックで使える。そうですね。うん。プルリクまで作ってくれて、私一回受けたことがあって、ドットうんうん。ネットのパッケージの脆弱性のあるやつがあって、あ、これがディフェンダーボットのプルリクなのかとか、ちょっと感動しました。ああ、ドッディトネットだとペンダーボットって少ないんです。初めて聞いたけど、どういうものなんですか？ディペンダボットですか？あの、ディペンダーボットって。米川さん喋り出した。あ、脆弱性のあるパッケージとかを常時スキャニングされてて、それをリリースしてるような、マスター、持ってるブランチにプルリク作ってくれるんですよ。ありがとうございます。説明ですね。はい、参加者ありがと Azure うござい DevOps にも、これオープンソースになってて、ます。Azure DevOps にも拡張機能として入ってるんですけども、オープンソース版なので、やっぱり GitHub 版とはちょっと違う状態でうん、すね。そうですね。なんかディペンダボット自体は、依存関係チェックするとこまでで、アラートの機能を有効にする違う違う、セキュリティアップデートっていう機能も追加すると、プルリク作ってくれるとこまでそうですね。はいはい。できます。じゃあもう自動的にその脆弱性のところをプルリクしてくれて、それがカメラさんのとこ来たっていう感じなんですね、さっきの。そうなんですよ。面すごい。白かったですね、あれは本当に。あ、Node.js だと割と頻繁に来ます。そう忙しいかなりあ来る。の、GitHub が公開してた、どれくらい脆弱性がある、やっぱりちょっと JavaScript の方々のがすごい多くて、ダブルスコアぐらいだったんですよね。うん2位に。ちょっとあれはかなりびっくり数も多いから、総数がどうしても多くなるのはしょうがないんですけれども、うんうん。ちょっと数字で見るとびっくりしましたね。びっくりしますね。逆に言うとそこまでずっとチェックできないから、検知そうしてですね。出してくれるとすごいう安心感があん、りますよね。本当に本当に。うん。一応そのディペンダボットアラーツっていうのと、ディペンダボットセキュリティアップデートっていうのと、もう一つ別にディペンダボットバージョンアップデートっていうのがあって、うん、バージョンの方は、その名の通り、古いバージョンだったら新しいバージョン出てますよっていう、なんだ、プルリクエストを作ってくれるっていう機能も追加でありまして、その辺についてちょっと私、ちょっと前にブログにまとめたので、もし興味ある方いらっしゃいましたら、私が貼った URL 見ていただければと思います。はい。素晴らしい。これが、GitHub だとパブリックリポジトリで、デフォルトで有効にできます。自分で有効にする必要があそうですね。るんですよね。うん、はい。で、プライベートリポジトリで無課金の状態だと使えないんですけども、プロもしくはチーム、もしくは、エンタープライズになると使えるようになります。そう。で、GitHub、このね、普通、一般の開発者でもすごい使いやすいですけど、組織で使うときには結構、なんだろう、試行錯誤というか、エンタープライズっていうこう単位でいろいろこうしっかりエンタープライズ向けに機能も提供されているんですけども、なんだろうな、そこが結構皆さん会社で導入するときのお困りポイントっぽいなと思いまして。そうですね。うん。やっぱり納品物に、脆弱性のあるものとか入れられる
将来のことは置いとくとして、少なくともリリース時点はですね、ちゃんとマルウェアのスキャンをして入ってないとか、脆弱性のないようなものを出さなきゃいけない。GitHub だと DependabOt ありますけど、昔からオープンソースのチェックする、ホワイトソースとかですね、ブラックダックとかっていうものもあるので、それと CI 使って、DevSecOps みたいなことをやられてるところもありますね。今回、ビルドで DevSecOps のセッションもね、別に1個ありましたよね、確か。そうですね。やっぱ気になるポイントですよ、もうね。そこが。あと、今コメントで CV チェックするのは大変なのでっていう、そうなんですよね。CV チェックするの大変で、今 GitHub でホストしてる、オープンソースとかは、所有者がプルリク出して、CV これ割り当てられたから、これが修正パッケージっていうのをまとめてるリポジトリがあるんですよね。ちょっと前に、4月ぐらいかなに公開されたやつだったんですけれども、ああいうのを機械的にパースできるので、パースできるフォーマットになってるので、そちらを例えば組織内でプルしてきてですね、組織内用のデータで使うのも全然ありかなと思いますね。その辺なかなか管理難しいところですよね。本当に大変です、あれは。ですよね。あと、あれですね、エンタープライズになると、人の管理が難しいっていう話がありまして、どのメンバーにどのリポジトリか、どのオーガナイゼーションを使ってもらうかみたいな管理が、結構皆さん悩みポイントで、私たちGitHub のエンタープライズ使う時の、どうやって使うべきかのベストプラクティスみたいのをお客さんのユースケースに合わせてご提案する時があるんですけど、やっぱ皆さんそこ困ってらっしゃって。で、GitHub エンタープライズには、もちろんそういう、Azure AD か、もう一個なんだっけな、別の、ID 管理と接続できる機能もあって、それと併用してもらうのが安全ですみたいな、アピールするんですけれども、なかなかこう、ちょっと一手間あって大変みたいなところが結構効くなっていうところありますね。そうですね。ちょっと遅れましたけども、CVE プロジェクトっていうリポジトリで、ありがとうございます。まさにこれです、これです。助かります。CVE リスト。なるほどね、なるほどね。へえ、ありがとうございます。そう。セキュリティ大事ですね。はい。そういうのをどんどん、やっていけるようにしなければいけないのが、DevOps の考え方の一つで、なんか一回やったからもうこれでフリーズ、何もしないみたいなことはね、ちょっとできない、もうこのご時世できないので。ですよね。なんでもう CI/CD で、なんか今までと Jenkins 使ったりとか、その後多分サークル CI 使ってビルド CI しますよみたいな話とかあったんですけど、今ね、GitHub だと、なんだっけ、GitHub アクションがあって、自動化の部分もだいぶね、オールインワンで使えるようになってきたし、さっき言ったその、ディペンダーボットじゃないや、もう一個、ちらっと出したシークレットスキャンじゃない、コードスキャニング。なんだっけ、コードスキャニングとか、GitHub が提供しているセキュリティの機能の一つで、コードスキャニングっていうのを、その GitHub アクションに載せて、こう、チェックさせることもできるようになっていたりとか、その辺かなり使いやすく、オールインワンで使えるようになってきている GitHub っていうところは、推しポイント。もうコードリポジトリのと異臭の時代からもう随分先に来たっていう感じですよね。そうなんですよね。なんか GitHub って、そのコード管理って思ってたんですけど、最近このアピールする時のポイントはコラボレーションのためのツールなんですよっていうアピールがめちゃくちゃ多くて、なんでやっぱこう一人で使ってなくて、チーム全体とか会社全体で使って、いかにこう安全にスムーズに円滑に物事を進めていくかにフォーカスされてるのがすごいね、いいですね。GitHub 開発スピードすごい上がった感じがめちゃくちゃあるので、期待が大きいですね。今回、キーノートでもいろいろ出てましたしね。はい。もうそんなところで50分になってしまいました。そうなんですよ。Azure DevOps ちょろっとこのエンプラで使うときに、GitHub も全然使えますよっていうところを私いつもトレーニングでお話ししてるんですけど、たまに手が届かない
ところがあって、そこで Azure DevOps だといけるっていう話を入手したので、亀川さんにちょっと細かく聞きたいなと思って。はい。あれですね、まずは次のページオーガナイゼーショはいンの使い方がそう楽。ですね。ソナーキューブみたいなもの。まあ、そうですね。ソナーキューブさん、ソナーキューブさんもクラウド版があって、大変便利ですね。うんうんうん。オープンソースでもよく使われてますね。プラグインで言語によっては有料のものになったりしますけれども、メジャーどころはだいたい無料で使えるものがありますんで、最初にやるときは、オンプレミスでやるときは、ソナーキューブ大変便利です。はい。そんなわけで DevOps のページになりました。ありがとうございます。そうですね。やっぱりエンタープライズぽい、表にあんまり出てこなくて、ツイッターとかでたまに私、Azure DevOps でエゴさして、質問絡んでいくことがありますんで、タイミングが合えば、なんか突っかかっていきますんで、よろしくお悩みがあれば。はい。いや、私結構気に入ってるのがですね、やっぱりプロジェクトっていうのが中心にあって、その中でレポジトリが複数使えるっていうのがすごい好きなんですよ。あと、エンタープライズ向けに必要な監査とかですね、あとはやっぱり Azure AD と連携したグループコントロールであるとか、ああいったものがやっぱり便利なんですよね。大きい組織で使おうとし始めると。うんうんうん。GitHub も小規模の時はすごい使いやすいんですけど、やっぱりリポジトリが10個、20個あるオーガニゼーションで、これどこだっけ、どこだっけっていうの探すのが結構大変で、プロジェクトの進捗どうなってるのかなっていうのがね、なかなか追いづらいので、プロジェクトとか新しい、ボードがですね、ができて、あれすごいGitHub らしくていいなとか思ってるんですよ。軽いですしね、なんせ。Azure DevOps も、クエリ便利なんですけれども、もっと軽くならないかなとかね、個人的にはずっと思ってます。ちょっとありますよね。はい。DevOps はなんかいろんなのがこう、なんだろう、全てのものが入ってるみたいな感じで、そうですね、ちょっと最初から大きいですよ。やっぱりマイクロソフト社内で使うために作られたっていうところがうん。出発点なので、うんうんうん。やっぱり彼らの、やり方に割と合わせてるところがあるんじゃないかなと思ってますね。彼らも最近は GitHub と併用してますけど、たまにマイクロソフトのリポジトリでも、シャープ AB なんとかっていう、あれは Azure ああ。ボードの方の、やつなんですよね。ボードはあっち、コードはこっちみたいなうんうんうん。使い方してるところも結構ありますね。そうですね。Azure ボードの、スクラムの、タスク管理は、Azure ボードがすごい便利ですよね。まだ GitHub ではそれできないから。そうですね。うん。ただ、Azure DevOps を少人数で使うときに、ボードはちょっと重すぎるっていうのがあっあて、あ、ベーシックっていうのを作ったんですけど、うん。なんかもっと、こうなってほしいなみたいなところは個人的にはあります。ただ、最初に使うときには便利なんで、うんうん。使ってますよ、ベーシックも。ですよねですよね。なんでコード管理は GitHub だけど、異臭管理は Azure ボードで連携して使うっていうパターンは割とそうですね。聞きまうん。すもんね。そう。GitHub もね、プロジェクトベータで、そこに近いものを今作ってて、それはそれですごいそうですね。いいんですけど、やっぱシンプル 便利です is ね。the best。で、そうです DevOps ね。の方は、よりしっかり使えるみたいな感そじの。立場によって、検索クエリが必要なものうん。が作れますんで、そういうのはすごいやっぱり大規模向きだなとはうんう思ってます。んうん。はい。ですよ。もうあと5分になってしまいました。やばい。やばい。他にコード量の話を聞きたくて、ちょっと、あの、ちょっとまだ聞きたいけれども、併用してる現場の話の流れで、あれ聞きたいです。コード量が大きい話。コード量というか、リポジトリのファイルですね。はい。はい、ではい、かさで。そうですね。僕ら、ホロレンズのアプリ作ってて、Unity を使っていて、比較的アセットが大容量になってくますと。で、GitHub が確か1ファイルサイズの制限が100メガとかなんですよね。
で、Azure DevOps がそのまま突っ込んでも、今どのぐらいいけるんでしたっけ？なんか昔2テラぐらいまでいけるとか書いてあったんですけど、GitLFS が出てきてからなんかどうなんだろうなと思って。LFS の方が50ギガってさっき書いてあって、そうですね。うんもうなんか何も考えずにそのままでっかい容量突っ込めるんで、比較的そこは重宝してますね。うん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 。あで、まあ、あ他のプとは私ロジェクトで的には、は、はい、そうですね。ごめんなさい。もう本当に好みで両方使ってたりもするので、はい。すごいですよね。ね、両方大体ど使ってっちかに統て。一しちゃう。まあ、そこはいいかなっていう感じですね、今は。なるほどね。あれ、アカウント管理とかをまとめてるんですか？もういや、ア自由に。カウントは別ですね。はい。Azure DevOps の方は Azure AD でやってますし、GitHub は普通の GitHub のアカウントでっていう形にはなあ、ってます。そうなんですか。はうん。い。結構逆にそういうの、うん。Azure AD でシングルサインオン両方してるのかなと思ったんですけど。うん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 。そうですね、今まだそこはやってないですね。ここが、できた方が楽は楽だなと思いつつっていう感じですね。うんうんうんそうですよね。現場のお個人ア客さんカウントと一緒だったらごめんなさい。あ、外部コラボレーターが多かったら、逆に一箇所にまとめると大変みたいな話も聞くから、そんな感じですかね。そうですね、そこもお客さんによりけりだったりもする。やっぱり大手ああ。のお客さんだと Azure DevOps の方がいいとかっていうのもありますし、うんうんうん。GitHub も普通に使えるよってお客さんもいるので、はい。はい。こんな感じですね。なるほど。意外と困らないってことなんですね。併用、プロジェクトごとで使っても。そうですね。ちょっと現場の人がどれぐらい困ってるかってちょっとわかんないですけど、はい。特に、そこは問題はないかなと今は、はい、認識してます。なるほどなるほど。ちょっともうあと3分ぐらいになってしまって、私喋りすぎたので申し訳ないと思ってるんですけど。もうGitHub 愛が炸裂してる感じですね。もうね、うん一応先に言っておきますと、皆さん、アンケートがありまして、フィードバックもしありましたら、ぜひ、今、チャットの方に貼られている URL で、何か感想であったりとかですね、評価いただけましたらすごく嬉しいです。で、なんかちょっと、私喋りすぎて皆さんの話もっと聞きたいっていう思い多分あると思いますので、ちょっとそれをフィードバックに書いていただけたら、それをネタにまたもしかしたら次のアフタートークみたいなのできたらそうですできるね。かもしれないので、フィードバックいただければと思います。はい。そうですね。うちもちょっと長いことやってないんで、そろそろやろうと思いつつ、うんうんうん。なんかオンラインになって腰がちょっと逆に重くなったみたいなところがあって。ぜひやでも今日りましょう。面白かったのがあれですね、最初のアンケート見ても、だいたい GitHub と Azure DevOps 比べると GitHub がボーンって伸びるような印象があったんですけど、意外と拮抗してたりとか、そうあとですね。こういう場って基本的に GitHub みんな使ってる前提なんで、Azure DevOps いいよみたいな話をするんですけど、なぜかGitHub いいよみたいな話が出ていて、なんかそこら辺のバランス感覚が面白いですね、なんか。確かにそうです。そうですね。他のツールの話もね、したいところですけども、全く時間が足りないっていうところです。ちょろっと、ちょっと時間がないっていう言い訳あれなんですけれども、一言ずつ、今日一番言いたいことをちょっとさらっとまとめて終わっていくのはどうでしょうか？いいですか？はい。はい。じゃあ私ちょっと喋りすぎたちょっと、あの、誰か。中村さんからいきますか。僕もさっき総括しちゃったんですが、あなんかツールはツールなので、いろんなものを使ってみてくださいっていうの GitHub も本当にただですぐに使えるので、ちょっと触ってみるっていうのはいいのかなと思います。はい。うん。ありがとうございます。はい。じゃあ次、どっち行きます？指名してください、どちらでも。じゃあ私行きましょうか。はい。はい、お願いしあ、ます。はい。私もAzure DevOps 8の方が8で、GitHub の方が2ぐらいかな。両方は個人では使ってるんですけれども、どっちもすごいいいところをどんどん伸ばしてるちょっと Azure DevOps の方が伸びが低くなってきてるかなっていう気はしますけれども、必要な、エンタープライズ向けに必要なところはちゃんと伸ばしてるので、うん。これからも安心して使っていただけるんじゃないかなと思います。はい。もしなんか困りごとがあったら、ツイッターでちょっと書いてもらえれば、とかですね、フォーラム書いてもらえれば、ちょっと行きますんで、よろしくお願いします。すごい心強い。ありがとうございます。はい。じゃあちょっと最後締め、横浜さん。はい。これもう、あれ、何分？2時まで終わりいける。そうです。滑り込んで。そうです。じゃあ、はい。
そんなドタバタであれですが、またフィードバックいただいたり、ツイッターとかでいろんなコメントいただけたら、それについて、このメンバーでまたお話しできればと思っておりますので、はい。どちらもいいツールだし、他のツールもいいぞっていうことで、DevOps 自体を楽しみましょうってことですね。じゃあ、じゃあ最後におひろさん。素晴らしいコメント。ありがとうございます。はい。じゃあそんな感じでちょうどお時間来ましたので、皆さんフィードバックよろしくお願いいたします。します。ありがとうございました。ありがとうございましありがとうございた。Thank you so much. Thank you. Thank you so much.